生まれは農家。そんなことだから貧しさが身に染み込んでるんだろうな。まあ見ればわかる。品がない貧乏人の風情が漂ってる。俺の目の前に突如現れた彼女の父親。鼻息荒く俺を罵倒するこの人は勤務先の副社長だった。やめてお父さん。彼女と俺の抵抗も虚しく、副社長は俺の前から彼女を連れ去った。そしてその翌日、俺には左遷の辞令が下り、彼女とは連絡が途絶えた。しかしその辞令をいぶかしがる上司がいた。いいか、やけを起こすな。俺がどうにかする。だから少し待っててくれ。俺にそう言い聞かせた上司の行動で、俺と彼女の人生が変わっていったのだ。俺は野島俊平、29歳。都内の商社で働く会社員だ。大学進学と同時に上京して約10年。俺は北陸の4世代同居の大家族に長男として生まれ、人と自然に囲まれて育った。実家は代々の農家で、広い畑と田んぼを今でも保って生業にしている。実家の話をすると、いずれ地元に戻るのかと聞かれることが多い。仕事があるのにもったいないと早合点する人もいるが、そのあたりの心配はない。俺には弟がいて、家業は弟が継ぐと決まっていた。というか、俺たち兄弟は子供の頃から適性がはっきりと分かれていた。俺は昔から外で元気に飛び回るよりも机に向かっている方が気楽な性格だった。畑の手伝いに苦戦し、田んぼではまともに歩けない。弟は対照的に畑でも田んぼでも泥の中を軽やかに動き回った。性格も人見知りする俺の逆で、物おじしない社交性の塊。なんだってまあ兄ちゃんは勉強で、弟は外仕事だな。俊平には帳簿付けでも頼もうかしら。領収書の管理でもいいんじゃないかい。家族も兄弟の差をよく理解していた。その結果、俺は勉学の道に進んだ。そして弟は農家としての英才教育を受ける。目指す将来がこうして決められて今に至っている。実家は今や順調に弟に代替わりしていて、弟は俺に家のことは心配するなと胸を張っている。そのおかげで俺は東京でのびのびとやれていた。就職も第一志望の商社に拾われ、ここまでやってきた。地方出身で大学も中堅どころで有名大学の出ではない。エリートが揃う商社の中では平凡な人間だと思うが、一人コツコツと確実に物事を進める性分を気に入ってもらえた。上司の松永課長は俺のことを買ってくれている。俺は入社以来物流関連の部署一筋で、松永課長との付き合いもずっと一緒。このまま堅実を忘れるな。欲張らず何かのスペシャリストになれ。野島ならなれるぞ。課長はそう言って俺の背中を押す。その期待に応えようと業務に取り組む中で、2年前からは新人研修の指導役も任されるようになった。辰巳優と申します。これからよろしくお願いいたします。野島俊平です。辰巳さんの指導を担当させてもらいます。新人指導を仰せつかって最初の社員は辰巳優という女性だった。
意志の強さを感じさせるまっすぐな目と声。背筋はいつでもピンと伸びていた。美女だとも騒がれていたが、辰巳さんはもっと大きな話題を持った新人だった。というのも彼女は副社長の娘で、いわゆる縁故採用枠で入社していた。彼女の父親の副社長は経営陣の中では血気盛んで派手なタイプ。その娘ということで、辰巳さんは初めは少し警戒されていた。父である副社長と同じく、良くも悪くも社内をにぎわすのではないか。ところが辰巳さんは父親とは全く趣の違う、落ち着いて協調性のある人だった。お父さんと性格が全然違うってよく言われます。ああ、やっぱり。私は母に似てるんです。っていうか、母に憧れてるから私が似せてるだけかもしれないですけど。辰巳さんは困ったように笑い、母親について話してくれた。彼女の母親は父親を上回る会社の経営者。辰巳さんは小さな会社と謙遜したが、聞けば誰もが知る有名美容サロンの経営を手掛ける社長。母は美容師からキャリアをスタートさせたんです。失敗もしながら自分の人生のために仕事を大事にしてきたんです。夫はいても自分の生き方を貫く姿。辰巳さんはその姿勢を目標にしていた。何事も自分のため、糧にしていこうというのは、辰巳さんの働きぶりを見ていてよく分かった。わからないことは素直に人に聞き、得た知識は翌日の仕事にすぐに生かす。ありがとうございます。助かりました。誰かの手を借りれば真っ先にお礼をする。副社長の娘だからというフィルターは、辰巳さん本人の振る舞いで気づけば取り払われていた。指導役として彼女と間近で接して、俺も学ぶことは多かった。彼女のように謙虚でいること、慣れという感覚を信じすぎないこと、日々真摯に仕事と人に向き合う彼女を見て、俺も気を引き締めた。野島さんって本当に丁寧で親切な方ですね。そうかな。そうですよ。仕事の教え方でも、見ていればいいからとか、なんとなくっていうものの言い方は絶対しないです。電話の応対もせかせかしないで落ち着いているし。ああ、それはただの性格かな。昔からおっとりしてる方なんだ。いいですね。私は前のめりでせっかちだから、指導員としては最高です。俺は鈍感な性質でもあって、これが辰巳さんが俺に寄せた好意だと見抜けなかった。それに性格と育ちのいい副社長の娘には違いない辰巳さんが、田舎出身で平凡な社員の俺に惚れるだなんて思いもしない。私、野島さんのことが好きです。指導員として尊敬とかじゃなくて、男性として素敵だと思ってます。新人研修の終了を1週間後に控えたある夜、俺は辰巳さんに告白された。新人研修の思い出にと食事に誘われた帰り道、駅での別れ際だった。ありがとう。ありがとうってごめん。驚いちゃってさ。でも嬉しいよ。ありがとうございます。彼女のまっすぐな気持ちにその場で答えは出せなかった。それどころか俺の頭は真っ白で、ありがとうすらやっと絞り出していた。その日は返事を保留させてもらい、気持ちを整理する。
辰巳さんの良さはよく知っている。実直で明るく向上心のある女性。茶目っ気もあるし、とにかく頭がいい。とても素敵で心を惹かれる。でも自分にはもったいない人。そこまで考え、彼女と初めて出会ったところまで記憶を遡る。副社長の娘の辰巳さん。ゆくゆくは出世が約束されている彼女と平凡な非エリート商社員の俺が釣り合うのか。いいか、辰巳がお前を好きだと言ってるんだ。惚れられたんだぞ。受け取らないと失礼だ。悩んだまま俺は松永課長に相談していた。社内で一番信頼していて口の堅い課長なら無責任なことは言わないと踏んだ。そんな簡単なことでしょうか。簡単さ。野島、辰巳副社長は関係ないんだ。これはお前と辰巳優の問題というか、二人の間での出来事なんだ。辰巳がどう思うか、野島もどうなのかが答えになるだけだろう。正直に飛び込めと課長にアドバイスされ、俺は辰巳さんに好きだと伝えた。その時俺の頭は告白された日と同じで真っ白だった。ただこの日の真っ白は彼女とまた新たな気持ちで向き合おうという決意の表れでもあった。辰巳さんと付き合って2年、俺たちはじっくりと仲を深めていた。好奇心旺盛でせっかちな彼女とおっとりとして慎重な俺の組み合わせは、彼女が言ったようにぴったりだった。新しい物事になかなか手を出せない俺を彼女が引っ張り、興味を優先して飛び出そうとする彼女を俺が止める。言ったでしょ、俊平は私には最高の相手だって。指導員じゃなかった？今はもう違うでしょ。最高の相手で彼氏。彼女は付き合ってからも素直に自分の思いを伝えてくれる。仕事でも結果を出し、いつも何事にも手を抜かない。俺も彼女に負けじと張り切り、お互いを磨き合う。結婚しようか。え？早かったかな。彼女を初めて実家に連れて行った帰りの新幹線の車中で、俺は何気なくプロポーズをしていた。俺の実家で彼女はあっという間に家族に馴染んでくれた。祖父母と両親、弟に冷やかし感覚で家に来た親戚たち。彼女は全員と打ち解け人気者になった。それだけじゃなく、農家の仕事に興味を示して畑と田んぼを眺めて感動していた。いい景色だね。あぜ道に立ち目を輝かせる彼女が綺麗で、またそんな彼女を見たいと思った。ごめんな、ちゃんとしたプロポーズじゃないよね、こんなの。関係ない。嬉しいし、私も同じ気持ち。次の帰省では結婚の挨拶をする。その前には彼女のご両親と顔を合わせる。週末のデート中の食事の席でこの先の予定を話し合い、俺はふと不安に襲われる。お父さん、俺のこと知ってるのかな。意識しないようにしていても副社長の顔はどうしてもちらついてしまう。俺は平中の平だからな。それがどうしたの？いや、お前なんかに娘がやれるかって言われたらどうなるんだって。
そこは自分の意思を通せばいいじゃない。っていうか、そうしてもらわないと困るんですけど。そうだよね。しっかりしてよ。ああ。近い未来をつい暗く想像する俺を彼女はいつものように可愛らしく励ます。自分らしさと彼女への思いを貫く。副社長である彼女の父親の前であろうが、それが大事だ。その時だった。貴様。背後からいきなり怒鳴られ、息が止まる。恐る恐る振り返ろうとすると、彼女が立ち上がり叫んだ。お父さん、何？どうしたの？目を見開く彼女。俺もそのまま振り返り、彼女にお父さんと呼ばれた辰巳副社長と目を合わせる。はじめまして、野島俊平だろう。はい。辰巳副社長は俺を睨みつけ、鼻を鳴らした。お父さん、何しに来たの？っていうか、どうしてここにいるのよ。彼女が副社長に詰め寄ると、副社長は大きく笑った。どうしてって調べたんだよ。優が社内のろくでなしと付き合ってると聞いて。ちょっと、俊平のことろくでなしなんて言わないで。彼女が声を張り上げると、副社長がそれを怒鳴りつけた。そして彼女に「お前は騙されている」と言い、娘と俺の交際を知ってから調査会社を使って洗い出した俺の経歴をあげつらった。北陸の田舎町の農家の出、商社マンにはふさわしくない出身大学。さぞや優秀な調査会社だと感心してしまったが、実家の収入や両親と俺の経歴も把握していた。親と弟は高卒で、貴様は大学を出たらしいな。だがどうだ、あんなバカの集まる大学を出て入社してよく恥ずかしくないもんだ。周囲は静まり返り、副社長だけが一人殺気立っていた。途中レストランのウェイターが注意に来たが、副社長は追い払った。生まれは農家。そんなことだから貧しさが身に染み込んでいるんだろうな。まあ見ればわかる。品がない貧乏人の風情が漂ってる。お父さん。優、帰るぞ。こんな貧乏人といると不幸になる。ちょっと言っていいことと悪いことが。割って入ろうとする娘を振り切り、副社長は俺に軽蔑の笑みを浮かべた。貴様はすぐに娘の前から消えろ。副社長、どういうことでしょうか。うるさい。俺の呼びかけを一周した副社長は彼女の腕を掴んだ。やめてお父さん。その場に踏ん張る彼女の空いている手を俺もとっさに掴む。だが最後は副社長に腕を殴られ、彼女を連れて行かれてしまった。翌日俺は呆然としたまま出社した。前日から彼女に連絡し続けていたが、返事は一切なかった。そして会社にも彼女は来なかった。野島、ちょっと。松永課長に手招きされ廊下に出る。そして人気がない場所まで行くと、課長が首をかしげていった。なあ、言いにくいんだが、お前に左遷としか言えないような異動辞令が出たんだ。はい。そうだよな。俺も同じ反応したよ。っていうかだ、なんだこのすっとんきょうな辞令は。
しかも明日から異動だという緊急の事例だよ。お前、何かこうなる理由に心当たりでもないのか？それがわからないと俺も上に聞きようがないんだよ。俺は前夜に起きたことを課長に打ち明ける。心当たりはそれ以外に何もない。辰巳優との付き合いが副社長に知られ、食事中に怒鳴り込まれて、今日の俺の左遷辞令と彼女の欠勤につながった。彼女が無事だとは思うが連絡がつかない。俺が最後に嘆くと課長が俺の肩を叩いた。よし、そうか。分かったぞ。いいか、俺がどうにかする。だからな、俺を信じて少しだけ我慢して待っててくれ。いいか、やけは起こすな。待つんだぞ。はい。課長とデスクに戻ると、俺は副社長が送り込んだらしい人事部の担当に追い立てられ、左遷先である郊外の子会社の物流倉庫に向かわされた。そして翌日から倉庫での勤務に。松永課長からのたまの連絡を励みに折れそうな気持ちを立て直す。そんな日々が1ヶ月過ぎた頃、俺の前に彼女が現れた。俊平。優、どうした？待って、なんで？俺は彼女を近くの壁際に引き寄せた。辺りを伺い、副社長や会社の人間がいないか確認する。俊平、平気だから、誰もいない。あと、もう全部大丈夫なの。大丈夫って？とりあえず私と一緒に来て。彼女に手を引かれ、俺は会社近くのレストランに入った。彼女が予約していたらしい個室に通され、1ヶ月ぶりに彼女と向かい合った。彼女は家から抜け出てきたというが、元気そうで、それにひとまず安心した。顔色もよく、痩せてもいない。あのね、俊平、あなたの左遷は取り消しになる。彼女はそう切り出すと、この数週間の間に本社内で密かに進んでいたある変化について語った。2週間前、本社では緊急の株主総会が開かれたという。その会では副社長の不倫や私生活でのトラブルについてが議題に上がった。私も母も前々から父の女性関係はなんとなく分かっていたの。今までは母も見て見ぬふりしていたんだけど、最近彼女の家には父である副社長の不倫相手からとみられる嫌がらせの電話や手紙の投函が続いていた。彼女のお母さんは気丈に振る舞っていたが、娘や自分を蔑む内容の電話と手紙に心を痛め、立ち上がることを決めた。調査会社に依頼し、不倫相手を特定し、証拠を集める。そしてその結果を託した相手はあの松永課長だった。松永課長が？なんで？あれ、知らなかった？何を？そうか、知らなかったんだ。あのね、松永課長のおじさんはうちの会社の筆頭株主なの。はあ？俺の気の抜けた声に彼女は笑う。それを抑えると、彼女は松永課長の活躍ぶりを俺に教えてくれた。課長は俺を左遷先に送り出し、自らの叔父を通じてまずは彼女に連絡を取った。そして俺の話と彼女の話をすり合わせ、
副社長に一矢報いる手はないかと相談してきたそうだ。それが偶然、母が父を懲らしめてやろうと思った瞬間と一致したの。そして彼女と母親は課長と手を組んだ。課長はね、失敗したら俺が責任を取る、それに何が何でも君と野島をくっつけるって言ってくれた。課長は彼女から受け取った副社長に関する調査報告を自らの叔父に流した。そこから株主総会まで事態は勢いをつけて加速していったそうだ。総会では筆頭株主が眉を潜め不快をあらわにし、副社長を糾弾。社長も日頃から副社長の行動をよく思っていなかっただけに非難の姿勢を隠さなかった。課長が言うには、うちの父の最後は自分のしたことが返ってきたみたいだったって。社長に品がないのは君だって言われてたって。社長は副社長を切り捨て、総会での解任を提案した。それは全会一致で可決され、辰巳副社長は役職を解かれた。そしてそのまま副社長には自主退職が促されたそうだ。きっと明日にはそれが正式に発表になる。彼女はあっさりとしていたが、俺は父親がそうも完全にやり込められ地位を失って本心は穏やかではないのではと彼女に尋ねた。すると彼女は首を横に振り小さく笑った。冷たいかもしれないけど、母と私を苦しめた人が成敗された、それだけしか感じてない。彼女の眼差しは強く、それも久しぶりに見られた。俺は心の底からほっとして大きく息をついた。翌日、俺は本社に呼び戻された。元の部署へ復帰するよう人事から言われ、松永課長のもとに戻る。当然だが、そこには彼女もいた。そして副社長の自主退社も社内に通達された。雨降って地固まるってこういうこと言うのか？どうなんでしょうね。通達を耳にしておどける課長に俺は首をかしげた。課長、この度は本当にお世話になりました。手を尽くしてくださって感謝しています。ありがとうございました。課長にしっかり向き直り腰を折る。ああ、よせよ。いいの。俺は自分が使えるコネをちょっと使ってみただけだから。笑顔の課長は俺の顔の前で手をひらひらと振った。いつも通りの日常が戻る中、彼女の両親が離婚した。原因は言うまでもなく、元副社長の女性関係。彼女の母親は副社長とその不倫相手に慰謝料を請求し、すべき制裁を加えた。退職した後の副社長はこれまでの行動が災いし、再就職先も見つからずじまいらしい。無収入となった上に押しかかる慰謝料で生活は逼迫している様子だと彼女から聞いた。俺と彼女は結婚への道筋を仕切り直している。これまでの道のりは間違いなく平坦ではなかったが、これから先は何があっても俺は彼女の手を離さず、そばで笑顔を守っていくと決めている。俺と彼女は最高で最強の相手なのだから。